皆さんこんにちは、沖野です。今日はですね、なんとオーストラリアから友達が来てくれてますので、早速お呼びしたいと思います。どうぞ。わーい。はじめまして。ヒロです。ヒロくん。でもヒーくんっていつも言ってるよね。ヒーくん、そうですね。友達とかはヒーくんって呼んでくれてます。ということで今日はオーストラリアから一時帰国中うん。のヒーくんが遊びに来てくれました。はじめまして。はじめまして。何喋る？ご飯行こうみたいな感じで、うん。で、沖縄くんからもともとちょっと撮影、ヒーくん出てよみたいな感じであったんです。昔からね。そうそううん。そう。とりあえず、昨日バレンタインやったんで、ちょっと僕の好きな、これ買ってきました。これっていうのも、すごい嬉しい。ラポッポ。ラポッポ。お芋さん。うん。いいね。関西っぽいね。お芋さん。お芋さんでね。大学芋と、でもなんかこれがさ、昔好きやったやつが、なくなってて、それがなんか冷凍のやつになったよね。なんかこれ、このパッケージのやつしかなくなってて。うん。でも自然解凍 OK ってことそうそうそう、多分同じで、ちょっといい感じかも。はい、っていうので、これちょっと食べていきたいと思います。全然オーはい。ストラリアやつ、全然関係ないねんけど。昨日がバレンタインとか何も気にせず普通にご飯食べに来たら、うん。はい、バレンタインだったからみたいな。ちょっとイケメンムーブしちゃった。ね。じゃあ、食べますじゃあなか。んとなく食べながら、なんとなく話しなんとなくますか。話そう。そう、本当にさっき電車に乗ってる中で、YouTube どうみたいなのをさっき聞いあ、たから、そうそうそう。何にもどういう話しようとかね。ここ今レンタルルームなんですけど、それもご飯食べた後に探して、今急遽入ったっていううん。感じなんですけど、大丈夫ですか、僕で。全然大丈夫。出てほしかった。そう、なんか出てほしいって言われてて、でも何も別にその面白い話できひんで、みたいな。まあそもそも俺らの出会いとあ、か、そうだね。まずそこが多分、何もんや、みたいな、なると思うんで、沖野くんとはうん、結構9年盛りす8ぎ年、8まあ8年ぐらい。年ぐらい前からお友達をさうん。せていただいてます。まあなんか年に1、2回ご飯行ったりとかうん。してる中で、うん。まあなんか僕がちょっと2年前ぐらいに東京出ちゃって、今回僕帰国したんで、今日会ったって感じの流れですね。まあ、はい。まあ結構もう古い友人。そう。一番最初は、マッチングアプリで会って、うん、なんだけど、うん、なかなかマッチングアプリで知り合った人とうん、縁が続くってあんまりうん、自分のうん。場合は多くないから、結構レアです。ひーくんはレア。俺レアうん、レアレア。ちょっと待って、顔でかっ。ちょっと待って。それ前に出てたからでしょ？そうですね。だかそう。らもう結構歴長い。多分探せば共通の友人がいるはずなんだけど、うん。誰かを交えて会ったことがないんだよね。うん。なんか大体友達の友達とか、確かにね。大人数で会うからなんかよく会う人とかはいるけど、ご飯行って喋って、また会おうねが、ちょっと定期的に続くそう。っみたいな。ていう感じで、まあ、さっきオーストラリアからって言ったんですけど、去年、一昨年あ、でも1年だ。日本出たのは1年前。ちょうど1年前で、今1年経って一時帰国して、またちょっとしてから戻るんですけど、うん。バーホリで行ってるんだよね。ワーキングホリデーで行ってるので、うん。なんかわからないことがあれば、コメントしてもらえれば、ここ経由で、ここ経由で答える。そう、答えます。はい。だから今1年ぐらい住んで、どめちゃめちゃいい。う？それすごい伝わってくるよ。インスタ見てて。うん。なんあ、楽か、しんでるよかったっていう。めちゃめちゃいいし、なんか僕が住んでるところって、ブリスベンって多分なんか聞いたことあるなって感じだと思うんですけど、オーストラリアって、シドニー、ブうん。リスベン、メルボルンっていうのがまあ、でっかい。うん、聞いたことある。まあ、わかりやすく言えば、まあ、東京がシドニー、メルボルンが大阪、今僕が住んでるところが名古屋みたいな。ああ。ちょっとまあ、田舎ではないけど、まあシティみたいな。で、うんうん。僕はその名古屋の中でも、名古屋ちゃう、ブリスベンの中でも、ちょっと上の方のサンシャインコーストってとこに住んでて、まあそこはちょっとめちゃめちゃ田舎で、まあ車ないと生活できひんみたいなとこに住んでるんですけど、家からちょっと行けば、ビーチもあったり、山もあったりとうん。か、なんか休みの日みんなでハイキング行こうとか、なんかめちゃめちゃ QOL 高いですああ、いね。いな。で、なんかまあ、やっぱ日本と違って、土地がめちゃめちゃ広いんで、もうほんまになんかみんなが思ってるような週末パーティーでウェイみたいな。うん、よくやっほんまに、ほんてるよね。まにそのうん。感じの、なんか、あ、また海外やな、みたいな生活ができてて、やっぱり日本だとちょっと難しかったりとか、なんかそれこそ今日本帰ってきて、満員電車とかうーん。乗って、うおーってなったもん。オーストラリアって電車はある？電車もちろんあるけど、うん。全然混んでない。まあ本数が少なかったりとか、うん。なんか海外の人が日本来て、すごいトラフィックなんか混雑しうんてて、うんうん。クレイジーだみたいな、すごいみたいな、ほんまにその気分。うんでもほんまにうんすごいなって思う。ちょっとそこが日本帰ってきて、それはないから、めちゃめちゃいいなって思いましうた。ん。でも確かになんかオーストラリアやっぱなんか広大な自然みたいなイメージあるから、うん。結構そういうの堪能してる？そう、うん。うん。だからそれこそ今めっちゃ焼け。うん。なんか、まあみんな週末の過ごし方とかはサーフィン行ったりとか、海でチルしたりとうん。か、もうほんまに、まあのんびりうん。しますね。しかもまあ僕住んでるとこが田舎すぎて、うん。
早い時とかは4時ぐらいにグロセリーストア、スーパうん。ーがすぐ閉まっちゃうんで、4時ですよ。うん4時に閉まっちゃうんですよ。ヨーロッパとかもそういうとこ多いよね。そうめちゃめちゃ早くて、だからまあみんな早めに起きて、暗くなったらすぐ寝るみたいな。まあ若い子たちはクラブとかで2、3時とかまで遊んだりするんですけど、まあみんな大体そんな感じで早寝早起きがメインですね。日本と比べると QOL がすごい高いなと思った。まあどっちがいいか人によってもあると思うけど、ひーくんのインスタ見てる限り、やっぱ楽しんでるし、合ってるんだろうなって感じがめっちゃする。もともとさ、なんかコミュ力はちょっとお化けみたいなとこあるじゃん。お化けコミュ力お化けみたいな、本当に多分誰とでも仲良く、すごい多分陽キャっぽい感じで、多分見えてると思うけど、でも別にさこっちの方が陽キャじゃない今。それは髪色だけでしょ。別にザ・パリピみたいな人としか仲良くしないわけじゃないじゃん。なんかそれさ、めちゃめちゃ前に話したよな。ひーくんでさ、みたいな。いろんなジャンルのそうそうそうみたいな話してたよね。だからそういうイメージ。オーストラリア行く前も、まあ、海外ちょこちょこ行ってたりとかしたじゃん。タイかどっかでさ、なんか知らないおばちゃんと仲良くなったってストーリー上げてたりとかして、そういうの見ると、すごいな。しかも一人で行ってとかじゃん。なんかそういうイメージあって、英語もさ、どうやって身につけたっていうとさ、ちょっと海外住みたいとか、ちょっと海外旅行行きたいけど英語不安みたいな人に対して、なんか英語の勉強どうするんやろみたいなめっちゃ聞かれるんですけど、僕はもともと英語を見る機会が多くて、ちっちゃい時から。こそ洋楽のアーティストがめちゃめちゃ好きだったりとか、まあドラマ、海外ドラマとかめちゃめちゃ好きだったりとか、なんかそこでめっちゃインプットしてて。で、なんか、まあ、仕事で使う機会があって、アパレルの販売員さんを昔してて、まあ、その時に、まあ、すごいインバウンドフィーバーの時があって、その時にも毎日使ってて、ほんまに日本人あるあるなんですけど、なんかやっぱり使うのとかちょっとみんな、あれみたいな、ちょっと合ってるかなみたいな。でも、伝えようとするのが大事で、だからもうとりあえず話して慣れていくしかないんで、まず話す環境を作るのが恐れないことが多分大事だと思います。まあ日本人多分一番そこだよね。なんか完璧じゃないと喋れないみたいな。英語学校行った時に1ヶ月だけ行ったんですけど、日本人の子はめっちゃ文法めっちゃ得意なんですよ。文法得意やけど、いざじゃあグループディスカッションの時になんか全然話されへんみたいな。そうだよね。いや日本人はそこが多分完璧になるまで話せない。なんだったら完璧になってもちょっといろいろ気にして話せない人もいるし。なんか面白い話したいっすね、なんか。それで言うと、じゃあ食べる？食べる？いただきます。忘れてたんで全然。これ大学芋の方ね。これめっちゃ美味しいです。ちっちゃいの。いただきます。いただきます。めっちゃ美味しい。これ美味しいよね。これマイク入ってるよな。やろう。待って、口の中まだある。いただきます。いただきます。これうまくいってんのかな？これ。美味しい。マジでうまいよね。いや、で、多分このチャンネルで言うと、見てる人がほとんどゲイとか、バイの多分男性が多い。多分8割9割そうだから、多分オーストラリアのゲイ事情が聞きたい。まずさ、オーストラリア行ってリアルってしてるの？リアル自分はしてなくて、正直話すと、なんか住んでたとこ田舎すぎて、出会いがなかったんですよ。まあシドニーとか、まあそのブリスベンのシティ、まあ言うたら都心部、そういう場所に行けばいる。し、まあ、日本に比べると全然オープンやし、普通に道歩いてたら手繋いで歩いてる人も全然おるから、やろうと思えばっていうか、リアルしようと思えばそう、出会おうと思えば、出会えるけど、今のところはそんなにそこの活動はあっちではしてないって感じで。してないわけでもないけど、たまにそのシティのそういうクラブ行ったりとかはしました。じゃあどんなとこやろうって多分気になると思うんですけど、結構やっぱ日本より大きいですね。なんか僕が行ったブリスベンのクラブとかだと4フロアみたいな。すごっ。いや、なんか向こうの面白いとこって、なんか、クラブの中に、なんかちゃんとご飯屋さん、軽食、スナックが食べれたりとか、するとこもあったりとか、そこはゲーセンの中に入ってたりとか、ゲイ生活とか、まあ、アプリとかで話になると、まあ、ジャック D とか、ジャックド日本やったらジャックド。あれ、ジャック D っていうのちゃんと言うと。まあ、多分、ジャック D ってみんな言ってた。ジャックドか、ヒンジってアプリで、LGBT だけじゃなくて、普通のストレートの方も使ってるアプリがあるんですけど、まあそれがみんな、主流。なんかよりシリアスな関係と、まあメインで、あと Tinder。Tinder。が、まあその3つが主流ですね。確かに日本でも Tinder 使ってるゲイは結構最近多いイメージ。使ってます？使ってる。どうですか、出会いは。でも Tinder 会えたこと1人とか2人ぐらいしかいないかも。ないもんの方が多い。
何もで当てる？うん。いいやん。でも今年は、新規のリアルまだしてない。もう2月中旬だけど。なんでなんそれは。タイミングとかかな。うん。うん。まあ今新規って言ったけど別に継続してすごい合ってる人がいるわけでもないんだけど、結果的にたまたま1ヶ月半ぐらいそうですね。まだリアルしてないけど。でも確かになんかオープンなイメージはやっぱすごい。オープンっていうか、それこそパレードとかめっちゃでかいイメージ。うん、世界最大級じゃないあれ。なんかマルディグラスっていうのが毎年3月にめちゃめちゃ大きいイベントがあって、日本のレインボーパレードみたいな感じなんですけど、シドニーとかオーストラリア区域って基本的に外にお酒飲めないんですよ。で、お酒に対してちょっと厳しくて、例えば、日本だとコンビニで買いますみたいな買えるんですけど、ボトルショップみたいな、お酒ショップみたいなのがあって、そこで買わないといけないし、それをじゃあ買って外で飲む、ビーチとかで飲むとかも、基本的に NG、罰金対象になって、結構罰金大国なんで、そのでっかいイベントだけ、その時は外で飲んでいいみたいな。ワルディグラスの時は。もうパーティーみたいな。もう国を挙げてのパーティーみたいな感じだから、みんなそこでめっちゃ盛り上がったりとか、それがもう、だから夕方から夜まで想像してほしいんですけど、その道で普通に花火も打ち上がったりとかするぐらいの規模で、なんか一回ね、ちょっと興味あるって言って来たいって言ってたんですけど、ぜひ来てほしいですけど。あれ2月か3月ぐらいだよね。3月。で、その今月末、3月1日とかですかね、忘れちゃったんですけど。そのぐらいだよね、でも。そう、パレード今回は出るので。あ、そうなんだ。言わなかったっけ？初耳。そう、パレード出るんよ、俺。いいね、楽しいんで。そう、日本人チームで出ることになって。なんか日本人の人が、そのパレードで唯一日本人のチームがあって。オンリーの？うん。去年行った時に、行った友達と、ちょっと出たいね、みたいな話してたら、たまたまご縁があって、よかったら出ませんかみたいなオファーがあって。すごい。ね、なんかたまたま。なんかオーストラリアはそのイメージ結構そのパレードとか、でも実際の日常生活でもさ、溶け込んでる感じはする？そのゲイとかそのセクシャルマイノリティの人が。そんな細かいこと気にしやんかも。オッケーみたいな。あ、そうなんだ。なんかそこまで神経質じゃない。いい意味でも悪い意味でも適当やから。あ、そうなんや、みたいな。確かに日本人って別にさ、差別しようじゃなくてもギクシャクしちゃう人とかもいるもんね。どう接したらいいんだろうみたいな。でも人それぞれで、そういう人たちが多いってだけでもちろん多分言って、距離を置くってなっちゃったりとか。全然あると思う。俺は経験ないけど。でも割合で言ったらそんなに体感は多くないさそうだなっていう感じか。なんだろう、他にホットな話題あるかな。なんか政治上とか気になってるんじゃないですか。気になる。気になるってみんな言ってる今。気になるって言ってます？多分言ってる。言ってる。聞こえた。日本とかだと、なんやろ、そういうボーイさんを買ったりとか、そういう場所に行ったりとか、ハプニングルームみたいなのあるやん。行ったりとか、あると思うんですけど、オーストラリアなくて。そういうの全然ないんだ。ないんです。ラブホテルっていう文化もなくて、ラブホテルって日本だけなんですよ。唯一あるのがサウナ。出会いの場としてそこで出会った人を連れ出すのか、それとももうそこで追っ始まっちゃうサウナもあるの？基本追っ始まっちゃうサウナですね。そうなんだ。こっちの人向けのなんか集まるよみたいな。それはなんか日本だとさ、割とさ、こそこそというかさ、ちょっとなんか隠れてやってるけど、そうじゃなくてもうそういう人が集まるよ、そういうことやってるよっていうのを、ある程度みんな認識はして。いや普通にサウナって書いてるけど、多分普通の人からしたら多分その中にとんでもないことが起こられてることは多分知らんと思う。知らないんだ。それはじゃあ日本と近いっちゃ近いかもね。じゃあもうもしオーストラリア行ってなんかそういうことしたかったらもう、1対1でそういう相手を見つけるか、サウナに行くか。ホテルがあるんやったらですけど、なんかちょっとサクッとやるとかの時は、ラブホテルとかがないんで、モーテルっていうのがあって、モーテル行ったりとか。モーテルって普通のホテルとはちょっと違うの？ちょっと違う。もうより簡易的な感じで、僕も泊まったことないんですけど、日本のラブホテルがモーテルだよ、みたいな、その海外の友達に聞いて。あとは結構みんな外でやってるとか聞きますね。外でやっちゃった、みたいな。車の中でとか。僕はないですけど。日本で外でやるって言ったらちょっとそういう癖の人というかさ、それが好きでやってるみたいな印象だけど、それは男女でもそうなのかな？男女の方が結構、それこそ海が近いんで、海沿いでビーチで波音ザーンみたいなを聞きながらやっちゃうみたいなね。それから砂浜とかで、そんな感じですかね。じゃあ皆さんオーストラリア行ったら、場所用意しない限りはそうなっちゃうみたいなので。場所ありで。でも逆にあれかもね、遊びに行ってたらホテルとかは、場所としてあるかも。自分がそもそも泊まってれば。ホテル、ちょっと高いですね。何でもじゃないでも。何でも高いです。なんかそうだ。そういう話も面白いかも。でも時間ないんですよ、もう。もう時間が。はいはい。はい。じ
ということで、今、ヒークにいろいろね、オーストラリアの話とか聞いてったんですけど、ちょっと次会えるのがいつになるかはちょっと未定なので、わからないんですけど、ぜひヒークまた出てほしい人は、ヒークへのラブいますかね。いや、いると思う。絶対いると思う。います？自信ある。自信ある？自信ある。沖の自信ある？自信ある。沖の自信ある。1年後か2年後かいつかわかんないけど、ヒークに会えるタイミングがあったらお願いしようかなと思うので、ぜひ聞いてみたいこととかコメントにいっぱい。ね、ちょっとなんか、ちなみにフリーです、今。誰か狙ってください。あれはインスタも貼ってもいいの？インスタは全然貼ってください。じゃあインスタは概要欄に貼っておくので。気になったら、メッセージください。イケてるメンズは多分帰ってくるかな。イケてない人はわかんないけど。なんでその辛辣なこと言うの？わかんない。でも全員にはさ、返せなかったりするじゃん、ああいうのって。メッセージ、メッセージは基本返してます。やさお。メッセージ来てもピュンピュンっては反応はしますね。なるほどね。ハートを押したりとかね。そこすらやってないから。いっぱいね、メッセージ来てはるから。でも気になる人はぜひね、概要欄からインスタも。そしたら多分オーストラリアの様子、ストーリーとか結構更新してるから、それでなんとなくわかると思います。でもコメントの中でちょっと寂しいな、なんか。こいつ誰やねんみたいな。そんな冷たい人いないと思うんだけどね。基本的にみんな優しいと思う。楽くんのなんかコメントとか見たらみんな優しいよね。多分優しいと思う。てかなんか、これ最後に言わせてほしいんですけど、ボキノくんもめっちゃ喋るし、俺も喋るやんか、めちゃめちゃ。で、なんか最初今日の撮影、多分20分ぐらい撮ったら尺大丈夫やろうと思って、今見たらもう40分ぐらい撮ってて、びっくりした。大丈夫、いい感じにする。頑張って。でも話したりひんね。多分話そうと思ったら何時間でも多分俺らだと何時間でも話せるよね。そんな感じで、次回に続きます。そうですね、次回、いつか皆さん、チャンネル登録してお待ちください。はい。じゃあ、そんな感じで。なんか、沖野くん締めのなんかないの？いつも最後、せーのバイバイで終わった。めっちゃ普通やん。せーの、バイバーイ